どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、年も明けましたが、大掃除はお済みでしょうか？自分は以前上げた動画で大掃除を行いました。といっても大量に買ったものを整理整頓する感じだったので、正確には大掃除とは言えないかもしれません。ただ、ちょこちょこ掃除はしており、部屋が汚いとやることが山積してる感じが目でダイレクトに伝わってきて何もしたくなくなるので、優先的にやらないといけないことをそっちのけでまずは掃除したりします。1月はちょうど年明けでいろいろ整理したい時期だと思うので、掃除するにはうってつけのタイミングですよね。というわけで今回はリセットした水槽のフィルターを大量に掃除していきたいと思います。なかなかカオスなことになっているので、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速やっていくんですが、フィルターの掃除ってだるいですよね。水槽をリセットした後にすぐ新しいレイアウトを立ち上げるなら、嫌顔でも掃除しないといけないんですが、まだ立ち上げる予定がない場合は途端に億劫に感じます。自分の場合は一気に大量の水槽をリセットした結果、掃除する外部フィルターがめちゃくちゃ出てしまい、数ヶ月間臭いものには蓋をする的な感じで開けずに放置してたんですよね。ただでさえリセット作業って体力を使うので、それを複数回やった後に大量のフィルター清掃をする気力は残っていませんでした。おまけに一度作業を中断してしまうと、さらにやる気がそがれてどんどん先延ばしにしてしまうため、水槽内の飼育水がフィルターの中に満杯に入ったままそのままにしてたんです。さすがに中身は超絶臭くなってると思うので、両端のダブルタップを閉めて周期を閉じ込めることには成功しているんですが、特級呪物並みに触れてはいけない状態になってしまったため、何かのきっかけがないと手をつけられなくなっていました。そこで年も明けたというのを口実に重い腰を上げようと思ったわけです。とは言ったものの、めちゃくちゃ大量に洗うフィルターがあるので恐ろしいです。なので年明けという理由付けにプラスして動画投稿のネタも兼ねることで、さらにやる気にブーストをかけます。実質撮影することによって作業効率がだだ下がりになって余計大変なことになるんですが、やり始めたらこっちのもん。後の苦労には目をつむります。というわけで今回掃除していくフィルターたちがこちら。合計6個のフィルターが待ち構えています。漏れなく中にたっぷりと数ヶ月熟成された飼育水が入っているため、匂いは覚悟しておかなければなりません。ちなみに内容は3つの60センチ水槽のフィルターとなっています。どれもメインフィルターとサブフィルターの2個セット構成なので合計6個。基本的に AHEIM2213 が多いんですが、中には AHEIM500 とか AHEIM2215 があります。それでは早速掃除していきます。この回線の儀がとても恐ろしいですね。というわけで回線。なかなかの匂いが立ち込めています。換気扇をぶん回している浴室で作業をしていなかったら大変なことになっていたと思います。すべての水を抜いたらようやく中身を開けていきます。どれだけ悲惨なことになっているのか想像もつきません。汚すぎて全部ピンセットで取り出してます。まず出てきたのは自作のろ材固定板。これはそこまででもないですね。続いて出てきたのはアラメスポンジ。他の中身はすべてキャビティでした。本来キャビティって真っ白なんですが、暖色系の照明も相まって黄ばんでる感じが強調されてます。ざるにキャビティをあげたらシャワーで汚れを洗い流していきます。さすがはキャビティ、意外とどす黒い水は出てこないです。しかし奥に置いていたアラメスポンジにシャワーをぶち当てるとこの通り、取り付いていた人間から悪魔が引き離された時に出る黒いモヤモヤみたいな感じの水が出てきました。それはこんだけ臭いはずです。ある程度シャワーで洗い流したら手でしっかりと洗います。今回はすでにバクテリアとかそういうレベルじゃないくらい放置してたんで、気にせず軽気入りの水でドバドバ洗えるのがいいですね。続いてはメインフィルターで運用していたものを回線。こちらの方が汚い水が流れ出てます。
本来ならサブフィルターの方であらかたのゴミをこし取るはずですが、立ち上げから一度も開けなかったら通水性の悪い方にたまりますよね。というわけで水も出し切ったので開封。露材固定板代わりに使っている露材コンテナの蓋が出てきました。その下にはもともと何色だったのかわからないレベルで汚くなってるゲルマットが2枚入ってます。それを剥がしたら下にはシーケムのマトリックスがありました。もはや自分が何を入れていたのかすら分かっていないので自分でもワクワクしてます。傾けたらピントが合ってないところでとんでもなく汚いおでがドバドバ出てました。マトリックスを袋なしで入れてて他の露材と混ざらないのかなと心配してましたが、どうやら露材固定板を途中で挟むことによって炭焼けをしていたようです。耐火層には先ほど同様キャビティが入っていました。改めて見てみるとこの露材構成が最強な気がしてきましたね。基本はキャビティで通水性を良くして最後に少量でしっかりとした生物ろ過ができるマトリックスを入れる。我ながらいい露材構成です。といった矢先で大変申し訳ないのですが、やはり全部キャビティにしたいということでしっかり洗ったキャビティに追いキャビティを行いました。ちょうど1リットルで満タンになったので良かったです。続いて唯一のエーハイム500を回線。このフィルター、自分が学生の頃に唯一買ってた外部フィルターで当時セールで3500円で買いました。さすがにこれをメインフィルターで運用するつもりはありませんが、10年以上経った今でも現役で使えているのはさすがエーハイムといったところ。というか外部フィルターを3500円で買えてた時代があったことに驚き。今回のは結構汚いおでが溜まってましたね。中を開けると自作露材固定板が現れ、先ほど同様アラメスポンジが入ってました。中身は当然キャビティのみ。こちらは結構汚れが目立ちますね。続いてメインフィルターの方。こちらはゴミは見えますが割とクリーンな水が排出されてますね。開けると泥のようなゲルマットが入っています。もうこの色になるとゲルマットって元に戻らないんですよね。元から茶色だったことにしてそのまま使い続けます。露材を見てみると排水口ネットに入ったマトリックスがありました。その下には同じくネットに入ったサブストラットプロがぎっしり。下の方になぜかマトリックスがこぼれてたので救出してます。ちなみにこの排水口ネット、通水性がいいのは素晴らしいんですが、使い続けるとボロボロになってこのように中身が飛び出るので注意。次々と出てくるサブストラットプロ。おそらくキャビティが足りなかったから余ってたサブストを詰め込んだんでしょうね。道理でめちゃくちゃ重かったわけです。これから見てもわかる通り、通水性が悪い露材はゴミが流れにくく流量が落ちやすいことが伺えます。先ほど回線した時の水が澄んでいたのも、おそらくこのサブストの中に大体のゴミが堆積して流れ出なかったからだと思います。やはりズボラにはあまり向いてないですね。すべてのサブストを取ったのでゲルマットを掃除します。この汚さだけあって永遠におでが流れていきます。素手で触りたくないのでピンセットで潰しながらシャワーすることに。すると持ち上げただけで大量のおでが出てきました。それはこんだけ汚れ溜まってたら流量も落ちますよね。日頃のメンテナンスの大事さがこれを見てわかります。ゲルマットは無限におでが出てくるので後でしっかり洗うとして、続いてはサブストを洗います。先ほどのキャビティに比べておでがよく出ますね。やはり流れが悪くてなかなか中のゴミが出ていかないんでしょう。こちらもピンセットで動かしながら念入りにシャワーできれいにしていきます。ついでにマトリックスも洗いましたが一瞬で色が変わりましたね。続いて最後のセットを洗っていきます。これは2213より一回り大きい2215です。開けたらなんか破片入ってました。怖っ。次使う時に水漏れしないか心配ですね。出てきたのはいつものゲルマットといつ入れたのかもわからないブラックホール。おそらくとっくの昔に効果切れてたと思うんですけど、通水性を妨げるためだけに入ってました。これだけ見ても立ち上げから一度もフィルターを開けていないことが伺えますね。その下にはパワーハウスがあります。こちらも pH 調整作用は切れてると思います。そしてさらに下にはペットバルーンオリジナル露材が入ってます。
コンペイトーみたいで可愛いんですよね、これ。全部出したので洗っていきます。パワーハウスはだいぶおでが溜まってたようです。シャワーで洗い流しただけで全然色が変わりましたね。ペットバルーンの露材は見た目そんなに汚れてませんでしたが、それなりにおでが出てきます。割とこのフィルター内は綺麗でしたね。と見せかけてアラメスポンジはいつものように汚い。まがまがしいオーラを感じるおでの出方ですね。それ以上に汚いのはゲルマット。これ本当に洗っても洗ってもおでが出続けるんで恐怖です。そして最後のフィルターを洗っていきます。中から出てきたのはマトリックス。結構マトリックス買ってたので余ってたんでしょうね。その下にはサブストラットブロー。そして最下層にはいつものキャビティ。おそらくこれもキャビティが揃ったらキャビティオンリーになると思います。こちらのキャビティはシャワー当てると結構おで出てきましたね。なんかところどころ黄色くなってるキャビティがあるんで、使い古しのやつも混ざってたんでしょうね。というわけで全てのフィルターを洗い終えました。この後ホースとガラスパイプも掃除をしたのでほぼ1日がかりでした。ガラスパイプ掃除も撮影しようと思ったんですが、さすがにその気力はなかったです。とりあえずこれで触りたくなかった外部フィルターの掃除も終わったので、これからガンガンレイアウト水槽を立ち上げていきたいと思います。皆さんもリセットの時はしっかりフィルター掃除しておきましょう。というわけで今回はここまで。